はい、というわけで巨大魚大鬼部を釣るべく宮崎県のサーフにやってきました。今日は、2021年の12月31日、年末です。で、本番は明日からの予定なんで、今日はサーフの様子を見たりとか、どこにベイトが溜まってそうかなとか、どこが水深がありそうかなとか、そういう情報収集の日にね、当てようと思ってます。で、大鬼部を狙うタックルなんですけども、いつものね、サーフのタックルです。これにラインだけねちょっと強めの T の 1.5 号に、巻き替えてきました。で、長さはね、走られてもいいように 300m 巻いてきました。大鬼部は 1m を優に超える大きさの魚もいるんで、強めのねセッティングにしてきました。今回の大鬼部釣行は以前浜名湖のボートでお世話になった変態釣り師王さんも同行していただいてます。今回は2人で大鬼部をね追って釣りをしていこうと思います。よし、じゃあ早速やっていこうかな。まずは 30g のメタルジグを使って沖の水深を測ってみます。3秒ぐらい、あんまり深くないですね。初めてやる釣りなんでこう全然勝手がわからないんですけど、とりあえずインターネットで調べたところによると、結構こう遠投して沖の方の深みを探らないといけないらしいんで、メタルジグとかバイブレーションを中心に使った方がいいらしいです。で、大鬼部が食べてる餌、小魚は石持ちっていう魚らしいです。まあ小魚って言っても20センチとか30センチぐらいまで大きくなる魚で、大鬼部はそういうのも平気で食べるらしいんですけど、それがいるところに当たれば結構釣れる可能性が上がるらしいです。いろんなところでルアーを投げてみて、小魚の気配があるところで石持ちがこうルアーに引っかかってくるところみたいなのを見つけたら、そこで粘ってみようかなと、そんな感じでとりあえず考えてます。よし、次はヘビーシンキングペンシルで遠投しつつゆっくりと探ってみます。ジグとかバイブレーションがポピュラーなルアーらしいんですけど、まあ、正直よくわかんないことばっかりなんで、いろんなルアーを試してやってみます。あの辺は浅くて、この辺からどんと深いよね。あの岬のとこぐらいからこうどんと深いよね。ああ、確かにね、こっちはもうのぺっとこっからどーんと深いだけだもんね。まあ深さがあるのはいいのかもしんないけど、正直大鬼部のことよくわかんないからわかんないんだよねただベイトも当たらない。ベイトがいないね。ベイトの気配が全然ないね。跳ねてんのボラばっかりだもんね。そうだね、なんか気配があるところを見つけてそこに入って粘るっていうのが一番、まあそれしかできないけどね、それしかできないんでそれをやっていく感じだな。ここは手前がザーッと浅くて地形変化があるような、そんな感じの場所です。こういうところはヒラメが結構いいんですけど、大鬼部はどうなんだろうな。やっぱりでもそういうところには小魚がたまりやすいんだろうから、そういうところを打っていくっていうサーフのセオリーは変わらないと思うんですけど、さあどうなんだろうか。大鬼部っていう魚はワンシーズンずっと狙い続けても1匹も釣れないことがあるぐらい、なかなか難しい魚らしいです。今回の釣行でどれだけ大鬼部に近づけるかわかんないですけど、精一杯ね頑張ってみたいと思います。人の夢は終わらねえ。
おはようございます。明けましておめでとうございます。今日は大ニベに出会うことはできるんでしょうか。よし、明るくなってきました。2022年初釣りスタートです。メタルジグを使って沖の深みに遠投して沖にいるであろう大ニベを狙ってみます。行ってこい。今朝はとりあえず昨日の夕方入ったところに入ってみてるんですけど、どうなんだろうな。ここはちょっと浅すぎるのかな。メタルジグを思いっきり遠投して飛ばした先でも 2,3 秒で着底しちゃうんで、そんなに水深がある場所じゃないんですよね。釣りしてる人ほとんどいないね。みんな初日の出だ。みんな初日の出見に来てる人ばっかりだ。よし、少し歩いて水深のあるところに移動してきました。5秒かかる。さっきのところよりだいぶ深い。ここの方がでかい大ニベが寄ってきやすい気がします。ただこうベイトの気配があんまりないのと、釣り人さんもあんまりいないので、釣れてる情報は回ってないのかもしれないです、ここでは。だから少し朝一やって、でダメならすぐ移動という感じでやっていこうと思います。おー、初日の出だ。今年もいい釣りができますように。よし、2箇所目のポイントに到着しました。釣りをしてる人は周りには誰もいないんで釣れてないのかな。まあとりあえずやってみようと思います。日も昇ってきたんでメタルジグで遠投して沖の深みを狙っていきます。30g のジグを遠投して 2,3 秒で着底だからそんなに深くないですね。小魚の気配がないですね。たまにですけど、めちゃくちゃ沖の方では青物っぽい魚が跳ねたりするんですけど、とてもルアーが届かない距離です。よし、ちょっと歩いて移動してみましょう。とにかくめぼしいポイントを打ちながら小魚の気配を探っていくしかないな。全然気配がないですけどね。厳しい戦いだな。いやー、厳しいですね。全然気配がないです。30g のメタルジグとかを遠投して、そこで着底までに深いところで5秒ぐらいで、浅いところで3秒だったりとか2秒だったりとかで、結構一瞬でそこに着いちゃうんで、そんなに砂浜全体的にいろんなところ歩いたんですけど、深いわけではないですね。なのでなんかこんなところに巨大な大ニベが本当にいるのかなみたいな、そんな気持ちになりつつあります。まあでも小魚ですか、ベイトフィッシュが溜まってるところを見つけることができれば、その疑念もね払拭できると思うので頑張っていこうと思います。よし、行くか。朝からずっとね釣りしてますけど、小魚の気配が全然ないんで、次は河口に行ってみようと思います。よし、次のポイントに到着しました。大きい川が近くにあるポイントで、まあそうは言っても河口までは結構距離があるんですけれど、その周辺に
小魚が溜まってないかなという考えでやってきましたが、果たしてどうなんでしょうか。ほら見てください。ちょっとカメラじゃ分かりにくいと思うんですけれど、沖の方には鳥がたくさんいて、多分小魚が追われてるんだろうなと思います。ようやく小魚の気配をね、見つけることができました。ただルアーではとても届かない距離です。5、600メーターあるんでとても届かないですね。おはようございます。宮崎県の大荷部町港、1月2日です。昨日はですね、1日釣りをしたんですけれども、全く反応がなくて、ベイトの気配もすごく薄かったので、それを踏まえて、今日は大きくエリアを移動してやってみようかなと思います。暗いうちから入ったんで、あんまりこう勝手がわからないんですが、多分昨日やったサーフと同じような水深だと思います。とりあえずはフローティングミノーでやってみます。でここは結構人が多いので、もしかしたら最近いい超過情報が上がっているのかもしれないです。この辺はちょっと浅くなってるんだ。ボラがいっぱいいるな。ここは濁ってるね。やっぱ川の影響じゃない？うん、ちょっとだけ、まあこれぐらいだったら全然いけると思うけど。ここ夜やったら面白そうだな。おおお、ヒラメじゃんヒラメじゃん。おおすげえ、でかい、いいサイズ。すごい立派なヒラメ。おめでとうございます。ありがとうございます。いやーいいな。一人はこれ何、K点。へえ、K点のフローティングミノ。すごいな。ちょっと濁ってるから派手なカラーやってみようと思って。おお、やりますね。おお、かっこいいな。やる気が出るな。同行者の王さんがビッグなヒラメを釣ったんで、漬物もちょっとミノでやってみようと思います。結構手前の方でヒットしてました。やっぱりヒラメを釣ろうと思ったら手前って大事ですね。よし、食ったよ。よし、食った。よし、ヒラメ。よし、やったー。はい、やりました。2022年ファーストフィッシュはでっかいヒラメです。いやー苦労した。大きさはですね、ちょっとこれメジャー曲がっちゃってるんで分かりにくいんですけれど、61センチありました。大荷目じゃないですけど、いやー嬉しい、最高です。ヒットルアーはこれですね、タイドミノーの、12センチのモデルで、タイドミノーサーフですね。でちょっと濁りが入っていたので派手なカラーで、王さんを見習って
やってみました。でもう結構回収寸前の手前の方でしたね。手前15メーターぐらいかな、もうちょっとあったかな。ほんとね、結構波打ち際に近いところで釣れました。やりました。この辺りはもともと他と比べて水深が浅かったんですけれど、さらに潮が引いてだいぶ浅くなってました。なので多分ね、水深、釣れたところの水深って1メーターもないんじゃないかな。それぐらいね、浅いところでヒットしました。やっぱね、やってみるもんですね。で、王さんがでっかいヒラメ釣ったところと同じ場所で、本当同じぐらいの場所で釣れました。だからほぼ同じ場所に、やっぱいい場所だったんでしょうね。2枚ヒラメがいたことになります。で、今日結構ね、サーフ見てると人多かったんですけど、この僕らがやってる場所はほとんど人がいなかったんですけれども、なんでこっちに来たかっていうと、結構ボラがたくさんこっち跳ねてて、でイナッコが結構見えたんで、この場所水深浅かったんですけれど、ここでやってみたっていう感じです。いやー、頑張った。頑張りましたよ。昨日は坊主食らってようやくですからね。さあ続いてはでも大ニベを釣りたいですね。引き続き頑張ります。はい、釣ってきました。でっかいヒラメ、さばいてみようと思います。時間がね、まだお昼なんですけど、なんで今日はこんな早い時間からさばくのかというと、このヒラメなんですけど、結構ね、お腹が膨らんでました。多分なんかね、魚を食べてるんだろうと思います。なので、さばいてみて、その魚、小魚が何なのかを知って、で、そこからヒントを得て、次の釣りに活かしていこうかなと。次の釣りの展開に活かしていこうかなというわけでございます。というわけで、さばいていきます。まあ、せっかくなんで、今、ヒラメをさばいておいて、今晩王さんと一緒に、このヒラメで一杯ね、やりたいんで、早めにね、今日はさばいておこうと思います。さあ、このヒラメは一体何を食べてるんでしょうか。はい。ヒラメの胃袋の中身なんですけれども、多分これはこの白ですね。これ、釣れたミノー、これ12センチのミノーなんですけれども、だいたい大きさは同じぐらいです。この白か。この白がいるんだったら、どうなんだろう。大ニベも寄ってきてないかな。明日の朝もあそこでやるか。ちょっと王さんと相談だな。こういうヒントを参考にしながら、ターゲットの魚を追い求めていくっていうのは、ちょっとゲーム性があって面白いなって思います。よし。とりあえずこれ1枚だけ料理にしてしまいましょう。で、今晩の酒の魚にしましょう。日本酒で湿らせておいた昆布です。これを敷き詰めてと。で、その上にと、身を挟み込んで、これでラップにくるみます。この状態でクーラーボックスに入れて、上に何か重しを乗せて、4時間ぐらいかな、寝かしておきます。どうする？ですね、ベイトフィッシュが分かりました。ヒラメが食ってたベイトはね、あれだった。この白だった。この白入ってんの、じゃあこれぐらいのね、12センチぐらいのこの白だった。本当ミノーと同じぐらいのサイズのこの白だった。この白だったらさ、いそうじゃない？大ニベもいそう。食いそうだよね。まあ分かんないけどさ、食いそうだよね。やっぱ今朝の場所じゃない？そうだな。今朝の場所行きますか。行きますか。これが私がいつも使っておりますテーブルでございます。よく出てくるやつ。よく出てくるやつ。てかこれしか持ってないんです。はい、作ってまいりましたよ。昆布締め。じゃじゃーん。
ちょっと量が多いんで、盛り付けが適当になってしまいましたけれど、ちょっと味見してみましょうか。まあ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 。まあ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 。日本酒でございます。さあ、一杯やりますか。今日釣ったヒラメで。そうだね。いや、いいっすね、これ。なかなか。うっすいっす。あやっぱ日本酒うまいな。うん。いただきます。さあ、どんなお味なのか。どれぐらいこう、短時間で、まあ4時間以上はやってるから、美味しいと思うんだけど。いただきます。うん。いけるね。全然水っぽくないな。でしょ？俺焼いたのに水っぽかったからな。あ、うまいね。うん。さあ、明日は、あれですな。昨日、京都釣りをして、一番水深の深いところに行くという感じで行きますか。そうですね。まあ、大ニベわからないよね。なんかもう、情報がさ、あんまり少ないじゃんね、大ニベって。だから、なんかどうしたもんかなっていう感じだけど、やっぱり、ちょっと水深のあるところの方がいいのかなっていう気はするよね。